通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、先日もお伝えしましたネットフリックスによるワーナー買収についての話題の続報になります。あれからですね、様々な情報がね、アップデートされているんですが、現在ですね、この買収騒動にパラマウントが加わりまして、で、さらにはですね、様々なメディアというのもこれに加わり、泥沼の様相を呈してしまっているんですね。もう現在はですね、これ完全にエンターテインメントの枠を外れまして、政治の話になっておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前ね、こちらの動画でお伝えいたしました、ネットフリックスによるワーナー買収の話題ですね。で、このワーナー買収に関してはですね、複数の企業がね、名乗りを上げていたんですが、ワーナーはネットフリックスを選択し、最終的な調整に入っていると、このように伝えられていたんですね。ただし、これはですね、あくまでも友好的な買収の話です。このネットフリックスが買収しますよ。これが報じられたところ、なんとですね、映画スタジオで有名なパラマウントが、これね、友好的なものではありません。敵対的買収を宣言しました。で、これですね、現在本当ね、ものすごい話になってきてしまっておりまして、このワーナーをネットフリックスに買収させるか、パラマウントに買収させるか、ここに対してのメディアの思惑も乗ってきているような状態になっているので、皆さんこれ興味あるでしょ？多分ね、知っといた方がいいと思うので、今日これ詳しく見ていきますね。で、ちょっとね、本題に入る前に、先日動画でお伝えした話題の続報が入ってきていますので、ちょっと軽く見ていきますね。まず昨日の話題ですね。こちら、東京コミコン。動画の直後ですが、こちらね、ジョニー・デップ騒動に関してのお詫び記事というのが出てきました。この度、東京コミコン2025におきまして、ジョニー・デップ氏サイン会、撮影会の運営に関し、当日の進行に遅延やスケジュール変更等が生じ、楽しみにお待ちいただいていた皆様に多大なるご迷惑とご不便をおかけする結果となりましたことを、東京コミコン運営事務局として深くお詫び申し上げます。そしてね、様々な意見いただいておりますが、真摯に受け止めておりますと。そしてここですね、未使用チケットに対するキャンセル対応はすでに開始させていただいております。本件におきましては現在、本イベントの運営状況及びお寄せいただいているご意見を踏まえ、関係各所と連携の上、状況の整理と今後の対応について慎重に協議を行っております。というような形で、現状ね、ここですよ。未使用チケットに対するキャンセル対応はすでに開始させていただいております。これはもう分かってることなので、おそらくね、皆さんが注目しているのはこちらですね。状況の整理と今後の対応について慎重に協議を行っているということで、ここに関してはね、詳細が一切ないということで、これが今後どうなっていくのか、ここに注目が集まっているという状況です。で、現在ですね、これね、あくまでも憶測の話になるんですが、こちらですね、オフィシャルピックスというね、セレブたちのサインを販売している業者、このね、サインをしているという写真というのが今出回っておりまして、実際ね、これ東京コミコンのパスをつけていますので、時にやったのは間違いないようなんですが、ここでジョニー・デップ、舞台の裏側でもサインを書いていたというのが発覚するんですね。で、このタイミングがどこだったのかというのはまだわからないんですが、今ね、これで遅刻したんじゃないかなんて話にもなっちゃっておりまして、この方もね、これで待たせたのかと、このような形で怒ってしまっていると。あとこの方もね、ジョニーに遅刻癖があると思ってしまってごめんねなんてことも言ってますね。あとこちらね、この方も言っているんですが、チケット販売済みにされた人もいれば、使用せずにサインもらえた人もいるんだよ。おかしいだろうということで、この前の方ですね、チケットをね、使ってないにもかかわらず、それがね、誤ってスキャンされたと。そんな方も出てきてるんですよ。今ね、ちょっとこれ探せなかったんですが、実際写真を上げてね、使ってないのにスキャンされちゃってましたなんていうね、そんな写真を上げてる方もいるんですね。でも、こうなってきちゃうと、保証の範囲ってわからないでしょ。このね、今後の対応について慎重に協議を行っている。この内容次第では、まだまだ燃え続けるでしょうね。これは。現状ですね、これ、収集のつかない状態になっています。で、お次はこちらです。以前ね、こちらの動画でお伝えしました、アリアナ・グランデに掴みかかった迷惑系の配信者いたでしょ。もうね、迷惑系っていうのはただの犯罪者だろうと、このように言われておりますが、男がですね、また出没したと。こちらですね。ステージ乱入した男が、どうやらここに来ていて、変装しているらしい。警備はそのバカが入ってくるのを待っているところだ。そしてですね、実際にこの男現れたようで、はい、こちら、捕まりました。事前にね。どうやら変装してね、イベントに参加しようとしていたようで、見事に計画は失敗、連行されるということになったようです。これジャルジャルじゃないですよ。変装して捕まるやつじゃないですからね。で、ここではね、凄まじいブーイングを受けているという状況になっています。パラマウントはワーナーを買収した場合、年間30本以上の映画を公開すると約束した。映画ファンの需要を満たすつもりだ。
パラマウントがワーナーを買収することに成功すれば、統合されたスタジオは年間30本以上の劇場公開作品をリリースすることになる。これはパラマウント CEO、デビッド・エリソンがワーナーへのホストテイクオーバー提案が報じられた後の電話会見で約束したものだ。ということで早速ですが、こちらですね。ホストテイクオーバーとあります。こちらが本日のキーワードになります。まずはこちらですね。hostile, 非友好的な。ということでこちらね、ホストというのは敵対的なという意味になります。そしてその下ですね、こちら。takeover, ある企業が別の企業を支配するのに十分な株式を買い取ることで、その企業を支配下に置く状況。ということでこちらね、テイクオーバーというのは引き継ぐという意味になるんですが、ビジネス上では買収という意味です。先日もお伝えしました。acquire。これもね、買収するという意味になるんですが、こちらね、テイクオーバーっていうのは、経営権をね、握る。こういったニュアンスの強い買収という意味なんですね。つまりこちらのホストテイクオーバーというのは、敵対的買収という意味になるんですね。じゃあこの敵対的買収って何なのかというのがこちらね、野村証券のサイトにあるんですが、買収者が買収対象会社の取締役会の同意を得ないで買収を仕掛けること。ということで、先日もお伝えしました、ネットフリックスがワーナーを買収するという買収は、友好的な買収だったんですね。つまり、相手のね、取締役会と条件というのをすり合わせながら、友好的に買収をする。交渉していく。こういったものだったんですが、このね、パラマウントが乗り出した敵対的買収というのは、相手の取締役会は関係ない。文字通り敵対的に買収し、支配権を掌握する。こういったものなんですね。ということで、こちらは、パラマウントがワーナーを買収することに成功すれば、統合されたスタジオは年間30本以上の劇場公開作品をリリースすることになる。これはパラマウント CEO デビッド・エリソンがワーナーへの敵対的買収提案が報じられた後の電話会見で約束したものだ。この発言はネットフリックスとワーナーの合併を恐れてきた劇場側や一部クリエイターにとって非常に大きな意味を持つ。ネットフリックスは最近、ライアン・ジョンソン監督のシリーズ第3作、ナイブズ・アウト、ウェイクアップ・デッドマンの劇場公開に失敗した。30日間の公開ウィンドウを提示しなかったため、これはつまりこの30日間ね、劇場でしか公開しませんよ、独占公開しますよという約束をできなかったということですね。これを提示しなかったため、上位3大劇場チェーンの確保に失敗したのだ。その結果、この作品は感謝祭期間の5日間で400万ドル超の公開成績にとどまり、2022年の同シリーズ前作、1300万ドル超を稼いだ時と比べれば、大幅に低い結果となった。ねえ、だからネットフリックスとしては、とにかく早くストリーミングに持っていきたいということなんですよね。なので、30日の劇場独占公開すら約束できないと。で、これに対し、今回ね、パラマウントが、現在ね、ネットフリックスがワーナーとね、友好的な買収計画というのを進めているんですが、もうそんなの関係ない。敵対的買収をします。このように宣言したというわけです。で、ここまでは良かったんですよ。これね、パラマウント映画スタジオですから、おそらくね、先日も見ました。各組合だって、パラマウントを応援すると思うでしょう。なんですが、これにはですね、大きな政治が絡んでくるんですね。トランプ氏は、ネットフリックスによるワーナー買収について、市場シェアの規模が大きすぎるため、問題になり得ると述べた。ドナルド・トランプ大統領は、ネットフリックスによるワーナー買収契約について、統合後の市場シェアの大きさから、問題になり得ると示唆した。それは間違いない。とトランプは日曜日、ケネディセンター名誉賞のレッドカーペットを歩きながら、この取引や他の様々な話題についての質問に答えながら語った。ということで、今回ね、このドナルド・トランプは、このネットフリックスの買収については、市場シェアが大きすぎて、問題かもしれないね、ということを匂わしていると。すると、ここで出てきたのがこれなんですよ。ウォール・ストリート・ジャーナルの記事。ワーナーとトランプ大統領を口説き落とすためのパラマウントの必要なキャンペーンの内幕。ということで、ちょっとね、この記事、有料記事なので、僕とはね、これ全部読みましたが、ちょっとね、この記事について書かれている、インディペンデントの記事ご紹介しますね。パラマウントのトップは、ワーナー買収の一環として、CNN に大規模な改革を約束したと報じられている。ワーナーを飲み込もうとする中で、ドナルド・トランプの承認を得るため、パラマウントの CEO、デビッド・エリソンはここ数日、ホワイトハウス関係者に対し、大統領の怒りを最も買っているケーブルニュース局、CNN に大規模な改革を行うつもりだと伝えた。ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、先週ネットフリックスとワーナーが取引を発表した後、ワーナーに対し、1080億ドルの敵対的買収提案を仕掛けたエリソンは、ネットワークの親会社を買収した場合には、CNN が新しい姿になると、トランプ政権関係者に保証するため、最近ワシントンを訪れた。さらにウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプは側近に CNN の新たな所有者と CNN 番組編成の変更を望んでいると語ったと付け加えた。
ちょっとね、ここまで一旦整理しますが、まずですね、今回パラマウントがワーナーに対してね、敵対的買収に乗り出しますと。でね、これは以前もお伝えしましたが、ネットフリックスというのはね、このワーナーの全てを買収するわけではないんですね。自分たちはね、ストリーミング業者ですから、ケーブルテレビとはいらないんですね。なので、そこを除いて買収しますと。こういった交渉をしているんですが、このパラマウントは敵対的買収案としまして、そこも含めて全部買うよと、このように言ってるんですよ。じゃあ、このケーブルテレビ局というのは一体どこなんですか？こちらです。これね、CNN なんですね。ケーブルニュースネットワーク CNN はアメリカの多国籍ニュースメディア企業でワーナーブラザースディスカバリー傘下のブランドであるということで、この CNN の親会社というのがワーナーなんです。つまりネットフリックスはこれをいらないとしていたんですが、パラマウントはね、自分たちはここも含めて1084億ドルで買収すると。そしてホワイトハウスに対してね、もし私たちがこの CNN を買った場合は、ほらトランプさん CNN 嫌いでしょ？だから我々がね、組織改革しますよ。このようなキャンペーンをしていると、このように報じられたというわけです。こちらブルームバーグです。ネットフリックス社とパラマウントスカイダンス社がそれぞれワーナーの買収案でドナルド・トランプ大統領の承認を争う一方で、投資家たちは皮肉な状況を考慮しなければならない。CNN、ディスカバリーといった低迷するケーブルテレビネットワークの評価額こそがパラマウントの敵対的買収提案とネットフリックスの友好的提案を分けている大きな要因なのである。ということで、今回のね、買収騒動というのはすでにですね、このエンターテインメントどうこうとか、先ほど出ましたね、劇場公開するのかしないのか等々、そんな話からは離れてですね、政治の話になってしまっていると、こういうわけなんですね。で、おそらくですね、こちらね、ウォールストリートジャーナルのこのジャブもそうなんですが、表現の自由、これを守らないといけないというスタンス、そういった方向性で、このメディアはね、パラマウントを叩く方向になるんじゃないかなと、プクタ個人的には見てますね。なので、いずれにせよですね、今後は、このワーナーの買収をめぐる報道というのは、なんですか、映画を劇場で公開する文化をね、どのように守っていくか、そういったところからはね、もう完全に離れて、おそらくですね、各メディアのポジショントーク、非常にバイアスがかかった報道になっていくんじゃないかなと、このように思っておりますので、もしね、この海外の報道というのを日本で見る場合は、そういうものだと思って読んだ方がいいかもしれません。そもそもね、CNN というのは変更報道がひどいと言われているようなメディアなんですが、今後はね、それを守りたいメディアや人々、こういったところからの反発というのが大きくなっていくんじゃないかなと思います。で、この視点はですね、こちらね、日経もこのように伝えておりまして、ここね、パラマウントスカイダンス、これは保守派なんだと。で、ネットフリックスはね、もちろん皆さんご存知の通り、リベラルですよ。そしてワーナーというのは傘下にね、リベラルメディアの CNN を抱えています。で、この問題というのはね、映画館を守るとか守らないとか、そういう問題じゃありません。政治のね、左右の話なんだ。このように伝えているわけですね。で、こちらね、デスターシングフィルム、これを伝えておりまして、これが常態化すれば、あらゆる主要ニュースネットワークが、最も強力な政治的友好関係を持つ富豪の下部組織と化すだろう。皮肉なことに、視聴者はこれまで以上にニュースを信用しなくなるだろう。もしこれが事実なら、これはメディアバイアスを超えて、企業と政治の取引が疑われる領域に入ることになる。危険な前例だ。だからね、もう皆さんこれすらもわからないんですよ。この人たちは本当に言論の自由が大切だと思ってこれを言っているのか。そもそも変更報道でも何でもいい。トランプを攻撃してくれる CNN を守りたいんだけど、言論の自由を守るという体でこれを言っているのか。もうすでにこれがわからないということですね。もうこうなってしまっているということです。そしてこの方がね、現在の流れ象徴していると思います。前言撤回、もういいよ。ネットフリックス、ワーナーを持ってってください。というような形で、最初はね、劇場を守るためには、ネットフリックスよりね、パラマウントがいいよねと、こういう空気感というのがあったんですが、先ほどのウォールストリートジャーナルの記事によりまして、これがね、CNN とトランプの問題にすり替わっておりまして、CNN に対してトランプが手出しをするようになるくらいであれば、ネットフリックスがそのまま買収しろと、このような空気感に変わってきているというわけですね。はい、ということで本日はですね、先日もお伝えしました、ネットフリックスによるワーナーの買収騒動。現在はここにパラマウントが敵対的買収で参入いたしまして、現在は劇場をどう守るかという話からは完全に離れまして、政治の問題にすり替わっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。もうここまでの流れを見てもらうとわかりますが、もうこの話が出てきた以上は、おそらくメディアはね、以降、パラマウントを攻撃していくというようになっていくんじゃないかなとは思いますよね。なので今後ね、日本でも様々な形でこれ報じられていくと思うんですが、もうこれね、完全に政治の話になってますよ。このように思っておくといいかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。